時は9世紀後半、現在のスコットランド。自国がバイキングに蹂躙されるその一方で、隣国の王の暗殺を画策していた王がいました。こんにちは。ヒストソフィアへようこそ。中世スコットランドの歴史を研究している中川祐樹です。本日はピクト人の王コンスタンティーン一世、彼の治世に光を当てます。ポイントはバイキングという悪夢、隣国への非常なる一手、そして謎に満ちた王の最後の3点です。では最初のポイント、バイキングの悪夢からお話をします。コンスタンティーン一世がピクト人の王として君臨した9世紀の後半、ブリテン島はまさにバイキングの時代の嵐の真っ只中にありました。彼の治世はこのバイキングの脅威との絶え間ない戦いに終始します。特に深刻だったのがアイルランドのダブリンを拠点とするバイキングの王オラフによる侵攻でした。アルバ王の年代記という資料には、オーラフが軍勢を率いてピクトランドを荒廃させ、1月1日から3月17日の聖パトリックの祝祭日まで、実に2ヶ月以上も国土に居座ったと記録されています。この部分の資料の読解というのは難解なので、複数の解釈が提示されてはいますが、一部の研究者によれば、この占領期間は2ヶ月ではなく、実は3年にも及んだ可能性も指摘されています。さらに、アイルランドのアルスター年代記はですね、この侵攻でバイキングがピクトランド全土を略奪し、人質を連れ去ったと記しています。人質を取るというのは単なる略奪ではありません。相手を政治的に屈服させ、効能を収めさせたり、または軍事支援を強要したりするための明確な支配行為です。コンスタンティーン王と彼の王国は存亡の危機に立たされていたというわけです。まとめると、コンスタンティーン王の治世は単なる略奪ではない、王国の支配を狙うバイキングの深刻な脅威に常にさらされていたということです。そしてこのような絶望的な状況の中、コンスタンティーンはただ耐え忍んでいるだけではありませんでした。次のポイント、隣国への非常なる一手で彼の驚くべき行動を見ていきましょう。自国がバイキングの侵攻で危機に瀕しているまさにその時、コンスタンティーンは西の隣国のブリトン人の王国ストラスクライドに目を向けます。実はこのストラスクライド王国もまた前回の動画でお話ししたように、870年にバイキングによって要塞であったダンバートン、当時の言葉でアルクルートと言いますが、これを破壊され国力を大きくそがれていました。コンスタンティーンはこの隣国の弱みを見逃すことはしませんでした。872年、アルスター年代記に衝撃的な記録が残されています。ストラスクライドのブリトン人の王アートガルがキネーズの子コンスタンティーンの強さによって殺害された。強さによってと訳されるラテン語のコンシリオは現代の英語のカウンセルの元になった言葉ですが、これは単なるアドバイスではないでしょう。これはコンスタンティーンがこの暗殺計画の黒幕であったことを示唆しています。では、なぜ彼は隣国の王を殺害したのでしょうか。その鍵は婚姻政策にあったと考えられています。実はコンスタンティーンの姉妹が暗殺されたアートガルの息子ルーンに嫁いでいたのです。つまりコンスタンティーンは邪魔な王を排除し、自らの義理の弟を王位に据えることで、ストラスクライド王国を事実上の傀儡国家、あるいは自国の影響下に置こうと画策したわけです。
このようにコンスタンティンは外敵であるバイキングと対峙する一方で、隣国の内政に干渉し、暗殺という非常な手段を用いてでも自身の王権の権益を拡大しようとする冷徹なリアリストでもありました。それでは最後に、謎に満ちた王の最後についてお話をします。権謀術数を尽くして王権の維持・強化を図ったコンスタンティンではありましたが、彼自身はまた暴力の連鎖から逃れることはできませんでした。彼の最後は資料の記述が錯綜しており、謎に包まれています。アルバ王の年代記によれば、彼の治世14年目、つまり875年か876年にダラーという場所でデーン人とスコット人の戦いが起こり、多くのスコット人が殺害されたとされています。ただし、この記述はこの年代記の、写本と呼ばれる、テキストがありますが、このテキストが伝わる過程で文章が混乱してしまった可能性が指摘されています。まず、このデーン人という言葉がですね、使われるのは、この戦いがあったとされる9世紀末よりも100年ほど後になってからというのが分かっていまして、なんで、このデーン人とスコット人の戦いという記述自体はですね、おそらく後になってですね、元の写本、テキストを誰かが書き写す際に書き加えられた内容と考えられています。そして、アソール地方にはドラーという地名が見当たらずですね、ドラーで戦いがあって、アソールでスコット人が死んだというのも奇妙な内容です。近年の研究、特に歴史家のアレックス・ウールフ氏はですね、彼の分析によれば、この部分の元々の記録はおそらくもっと短い、コンスタンティンはアソールで殺害されたという単純な死亡記事であった可能性を指摘しています。しかし、後世の人間が戦闘の詳細であったり、別の記録を書き加えるうちにですね、誰がどこで殺されたのかというのが曖昧になっていって、結果として王の死そのものが不確かな記述になってしまったというわけです。また別の伝承では、ファイフ地方のインバードウッドという場所でバイキングに殺害されたとも言われており、彼の正確な最後の場所や状況というのは今なお歴史家たちの間で議論が続いています。確かなことは、バイキングとの戦いの中でその治世が始まり、そしてバイキングとの戦いの中でその生涯を終えたということです。彼の死後、ピクトランドは弟であったエーズの短い治世を得て、エオハドとギリックという謎の人物たちが支配するさらなる不明瞭な時代へと突入していくことになります。ヒストソフィア、本日のお話はここまでにできればと思います。また次回も歴史の探求でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。